はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はこちらのコントローラー、グリキッドの TT-MAX コントローラーをレビューしていきたいと思います。私も以前、グリキッドの ES Pro っていう廉価版のコントローラーとですね、個人的に昔から所持している KK3MAX っていうコントローラー2台っていうのは今まで見てきたんですが、こちらね TT-MAX は最新製品ということでですね、それらラインナップに追加されるっていう形になってます。もう一個ですね、レトロコントローラーの Elvis2 っていうんですかねっていうコントローラーがあるんですけど、まあ普通のコントローラーとしてはですね、KK3MAX ES Pro とかね ES シリーズと TT-MAX っていうね、この3種類のシリーズがあるっていう感じなんですけど、 TT-MAX の大きな特徴はやっぱりこの PS 配置になっているということですね。スティックが対称配置になっているっていうところ、これが大きなポイントかなと思います。最近ジェネシスにしろ街に行けの F1 っていうねコントローラーにしろ、この TT-MAX っていうのにしろね、PS 配置のコントローラー結構ですねたくさん出てきている中で、このコントローラーはねどのぐらい使えるのかっていうのをですねじっくり、検証していきたいと思います。そしたら行ってみましょう。はい、グリキッド TT-MAX の詳細なスペックをモノルの方でチェックしていきたいと思います。発売日2026年1月14日ということで、つい先日ね発売されたばっかりのコントローラーということになってます。細かい、スペックの方はねこちらモノルのサイトの方を見ていただきたいと思います。で、カラー展開の方なんですけど、グレーと、こちらブラックっていうのもありますね。今回私が、グリキッドさんから提供いただきましたこちらの個体に関してはグレーっていうことになってます。価格が現在 Amazon で 12,399 円ということになってます。でですね、もう一個ですね、グリキッド TT Pro っていうコントローラーも発売されてます。カラーがねベージュとブラックなんですが、ちょっとブラックの方バグっててね表示されないんですけど、こちらの方はですね価格今現在で 1699 円ということですね。で内容の違いっていうところがね気になるかなと思うんですけど、2000円ぐらいね差があるんで、でこれをね細かく見ていくとですね、まずマクロの時間っていうのはですね、マックスは10分間保存できるのに対して、プロの方は10秒間っていうことになってますね。でマックスは背面ボタンごとに30秒のマクロ記録に対応しているっていうことで、このマクロ機能ですね、ここの真ん中のボタンに関しては10分間記録できるんだけど、背面ボタンのマクロに関しては30秒間ということみたいですね。これが MAX の機能ということみたいです。でその他にですね MAX の方は3種類のねスティックがついてますよとかですね、十字キーを4方向入力モードに切り替えができたりとか、 ABXY ボタンの配置を自由に入れ替えたり、あと BC 対抗エイムアシストって、これ要はジャイロでのエイム機能ですね。 ZL ボタンとかL ボタンですね、この2つどっちかですね押している間だけジャイロ機能を有効化するとかね、そんなことができたり、あとはね、スティックに3段階の感度設定ができるということです。ただねこの感度設定あんまりね正直 100% ぐらいしか使い道がないかなって思うんで、そこまで必要性高くないかなって思います。じゃあ LM もしないとかね、そういう方だったらもう全然この TT Pro でもいいような気がしますが、マクロ機能を活用したいとかね、このあたりちょっともしかしたら将来的に使うかもっていう方は MAX の方をね選ばれておいた方がいいかなっていう感じのラインナップになってます。はい、そしたら開封の方をしていきたいと思います。届いた箱はすごく綺麗にね、梱包されていて、Amazon から届いたんですけど、しっかり技適マークも入ってますね。なんでこれね、普通に国内で使っても問題ないっていう形になってます。よいしょ。そしたら開けてみます。なんか面白いですね。こんなカバーがグリキッドの製品結構カバーついてること多いかなと思うんですけど、入っていて、その中にはこんな感じで本体が入ってました。はい。で、このケースの底にね十字キーの替えっていうのがついてますね。これもちょっととりあえず取り出しておいておこうかな。はい。でそれ以外にですね、これは何なんでしょうか。ハイパーリンク Gen2 ワイヤレスコントローラーアダプターっていうね無線ドングルがついてました。こんな形の、結構シンプルでねあんまり高級感はないですけど、ボタンが1個ついてて、ちょっとチープな感じのする無線ドングルっていうのがついてました。で、そこには USB ケーブルですね。フラットタイプの USB ケーブルです。
はい、底面にはですね、替えのスティックですね、中くらいの高さと高めっていう感じで、もともとついているスティックがこの高さですからね、ちょっとずつ高さを変えて上げてあげられるっていう、替えのスティックがついているっていうことです。これはすごくね、いいですね。これは TT-MAX だけがついてるみたいな感じだったと思います。あとですね、こちら、背面パドルと Xbox 配列に変えるためのフェイスボタンの替えとかね、あとはボタンを引っ張るためのピンセットみたいなツールっていうのがついてますね。これはまあいつものグリキットのね、KKMAX とかでも入ってたようなセットっていうのが入ってました。で、サッシ類ですが、まずは Elvis 2 Pro とか、今販売中のね、コントローラーの一覧ですね。はい、KK3MAX ES Pro TT-MAX Elvis 2ということで、その他アクセサリー類とかね、いろいろありますということで、グリキットのステッカーがありました。結構個人的にこのステッカーいいっすね。なんか質感が割といいっすね。なんか地味に高級感あるステッカーが入ってます。で、説明書ですね。これが地味に重要です。英語、中国語、ドイツ語、スペイン語、あと日本語ですね。ちゃんと日本語も入ってましたね。現状はこのコントローラーこうやってね、ボタンの組み合わせでいろんな設定をしていくっていう形になってます。WebUI っていうのも今後追加していくみたいな話はちょっと出てはいるんですけど、まだ現状はね、こういう風にボタンの組み合わせで設定をしていきますということなんで、これをね、見ながら設定をしていく形になりますね。という感じの付属品でした。はい、本体の方パッと持った感じ、ちょっとですね、以前の ES Pro よりも横幅がかなり広くなってる気がします。ES Proこんな感じです。確実に横幅広いですね。はい、このぐらいの差があります。一回り大きくなってるような感じっていうのがしますね。結構サイズ感大きい感じしますね。握った感じもちょっと大きいような感じがします。持った感じそうだな。そこまでね、なんかプレイステーションのね、デュアルセンスとかそういう系のコントローラーとそこまで遜色ないぐらいのサイズ感ですかね。いつも通りのグリキットっぽい操作感だなって思うんですけど、デフォルトでついてる十字キー、これお皿型ですね。完全なお皿型の十字キーがついてます。触った感じいい感じですけど、どうですかね。ちょっとメンブレンっぽい押し感で、相変わらずグリキットは全部メンブレンなんですかね。で、トリガーストップがついていますね。普段のトリガーこのぐらいのストロークです。若干短いかなっていう気もしなくもないぐらいですかね。トリガーストップをオンにすると、はい、こんなストロークのマイクロスイッチに変わりますね。どうでしょう。ストロークかなり短くて押し感もいいですね。結構柔らかく押せます。このトリガーストップは案外これ結構いいかもしれないですね。結構いいですね。意外といけるかもしれないですよこれ。はい。で、背面ボタンですね。これをつけていきます。これが上になるのかな。 G1 ですもんね。はい。カチッとつけます。ギュッと押し込めばつくようになってますね。昔のね KK3MAX の頃はね、ここの隙間すっごい大きく開いてですね、ちょっとねこれじゃ使えないよって感じだったんですけど、だいぶマシになってますかね。金属製っていうことでもうちょっとねこの辺り本体に沿っててくれたらよりいいんですけど、ちょっと浮いてるかなっていう気はしますけどね。だいぶ昔よりかは背面パドル良くなってるような気がします。持ってみた感じはでもやっぱり浮いてるんでね、ちょっと浮いてるな感はすごく強くありますね。ただそこまでねちょっと悪いかなぐらいですかね。で、おそらくここタクトスイッチか何かなんで、押した感覚っていうのもポチポチとなんかあんまりこう気持ちのいい押し感ではないっていうか、そうですね、そんな感じはします。ちなみにこれ G3 と G1 って入れ替えれるのかな。こことここね、逆にしてみたらどうでしょう。入れ替えられますね。こ
こっちの方が自然な気がするけどな。どうなんだろうなこっちの方が私自然に持てますけどね。ちょっとこれね、入れ替えてこういう風な配置で私は使ってみようかなと思います。質感いいですけどね。フェイスボタンのストロークとかね、メンブレンっぽい感じなんで結構ストロークは大きいですけど、オーカーツすごく柔らかくて連打はそこまでやりやすそうではあるかなって感じで、全体的な印象としてはあれですね、あんまり価格的にはね1万円超えてくるっていう価格なんですけど、その割にはですねメンブレンっぽいボタン類っていうところがね多くて、タクトスイッチかな、この辺はマイクロスイッチが使われているのが唯一このトリガーストップだけっていうところでですね、ちょっと物足りなさは正直感じます。あとは背面ボタンのところとかはね、だいぶ良くなったとはいえやっぱりちょっと浮いてる感じっていうのがすごいしてですね、ここがねかなり好き嫌い分かれるかなっていうのは、ずっとグリキッドのねコントローラーは同じですけど、そこまでね、全体的な質感は高くはないですね。ただ実際コントローラーのね中身の性能結構高そうっていうところでね、そこがちょっと期待したいところですかね。トリガーストップすごくいいかなっていうところがあるので、実際に使ってみるとめちゃくちゃいいかもしれないので、そこはね楽しみかなって思います。そしたらスティックの直径をちょっと測ってみます。スティックの直径が 17mm ちょうどですね。というわけで Xbox 向けのフリークですね、フレンジ持ってきました。これがギリギリ入るかな。そうですね。結構 Xbox 向けだときつくて型がついちゃいますね。ただ 17mm だとね、プレイステーション向けのフリークがつくんですが、若干緩いかもしれないです。ただ Xbox 向けのフリークはちょっとつかないので、プレイステーション向けのねフリークを使うのがいいかなって思いますね。ちょっと特殊な直径のスティックかなって思います。続いてスティックのテンションです。50g フォースぐらいですね。左も測ってみます。そうですね、左も 50g フォースっていうね、そんなテンションでした。これ実はスティックを外すとですね、こんな風にドライバーでねいじれるところがついてます。このネジをですねいじってあげることで、なんとスティックテンションが調整できるってことですね。あんまり緩めすぎるとこれ外れてきちゃうので、しっかり止まるかなぐらいのところでですね、重めにネジを締めてみました。この状態でめちゃくちゃ重いですこれ。これねもうちょっと計測できる範囲を超えてしまっているので、正確な値はわからないです。120、30っていうね、とてつもなく重い、そんなスティックにすることもできます。そこから2周回転させてみました。2回転ネジを緩めたら 60g フォースぐらいですね。だいたい50から60ぐらいになるんで、2回転緩めるぐらいがちょうどいいかなっていう気がしますね。この仕組みってね、ちょっと昔にあった Xbox のエリートコントローラーシリーズ2っていうね、コントローラーでもあったような仕組みなんですけど、エリコンの方はねすごい遊びが大きいっていう、そういう特徴のあるスティックでしたが、こちらのスティックは遊びはねエリコンほど遊びは大きくないですね。若干遊び大きめですけど、これが実際ゲームプレイでどうなるかですね。スティック調整機能のせいでかえって操作性が悪くなるっていうこともありますから、そこがちょっと気になってくるところではあります。で、最後にこれ今スイッチ配列ですね、 XYAB っていうこういう配列にフェイスボタンがなってますが、これをですねこんな風に、入れ替えることがですね簡単にできるようになってます。 OK ですね。これで YXBA っていうね、この配列で普段よく使っているような配列に変えることができました。そしたらですね、PC につないでですねいろいろ見ていきたいと思います。で PC に接続してみました。基本このコントローラーね、箱出しでそのままで設定特に変えなくても使っていけそうかなっていう感じなんですが、フ
ファームウェアのアップデートだけはねしておいた方がいいかなって思います。普通にですね TTMax ファームウェアでね検索するとこんな感じで、グリキットのサイト出てきます。最新版が1月26日に更新された 6.3 というものなので、こちらねダウンロードって押してあげて、そしたらこういうのが出てくるんで、入力してあげてですねダウンロードをしておきます。はい、ダウンロードするとこんな感じでアップデート方法っていうね、日本語のテキストがありますので、こちらに従ってですね、こんな感じで、APG キーですね、この真ん中の下側のボタンですね、こちらを押しながらホームボタンを押して起動するとですね、USB ドライブが出てきて、で、先ほどあったこの bin ファイルですね、バイナリファイル、こちらをコピーすると、そうしたらアップデートができますということです。ファームウェアのアップデート自体は簡単なんですけど、ファームウェアをアップデートした後にですね、この、スティックのキャリブレーションは必ずやらないとダメみたいですね。でないと真ん中にデッドゾーンが入った状態からですね、外れなくなっちゃうっていう現象が私の答えではありました。なので必ずね、アップデートしたらスティックのキャリブレーションをやり直してあげてくださいということです。はい、でスティックのキャリブレーションの方法とかはね、こちらのマニュアルに記載がされてます。LR 十字キーの左と A ボタンを同時に6秒間ぐらい押すってことですね。LR 左か右どっちかと A を長押しすると、はい、こんな風に LED が回り出しますので、これをくるくるくるとやってあげると震えてキャリブレーションが完了します。これだけですね。で他にいろんな設定がね書かれてはいるんですけど、連射機能とかですか、あとはデッドゾーンとかね、基本デフォルトで使えるんでいいんですけど、特に気になるところっていうのは何だろうな、ジョイスティックの感度調整とかですかね。ジョイスティックの感度の調整に関してはですね、歯車マークとスティック押し込みで変わるんですが、今これ左右のスティック 150% です。この状態だとかなり視覚度合いが強くなって、アウターデッドゾーンもほんの少し、つくっていう感じですね。なんで感度が全体的にちょっと高くなります。で、歯車マークと押し込みもう一回押すと、これが 50% っていうことで、こんな感じのフルにねマックスに入力できなくなるっていうモードになっていて、でもう一回やるとこれ 100% ですね。はい、100% はね結構綺麗な円形に近いような感じです。やや順光よりも円形に近いぐらいな感じですね。はい、これが150、右が100って感じです。100、150どっち使うべきかみたいな話あると思うんですけどね、そのあたりスティック感度カーブをねちょっと検証したところでお話ししていきたいんですが、私は基本100でデフォルトのままでいいかなというふうには感じました。あと背面ボタンへの割り当てですかね。背面ボタンへのキーの割り当てはこの歯車マークと背面ボタンを同時に押して、で割り当てたいボタンを押します。 X って押してあげると、これで背面ボタンの割り当てができました。こんな感じでね、簡単に背面ボタンの割り当て変更っていうのはできますね。基本的に使うところっていうのはね、今回説明したぐらいかなと思うんですけど、他にもね若干機能っていうのはあるので、こちらのマニュアル参照してですね使ってみてください。はい、グリキッド TT-MAX のスティック感度カーブ計測してきました。設定の方で 100% と 150% っていうのがあったので両方測ってきたんですが、まずこの違いっていうのがあってですね、 150% にすると真横とかでもですね、若干アンチデッドゾーンが入っているような感じで感度が高くなるっていう傾向にありました。 100% の方がよりリニアには近いんですが、ちょっとね左右で感度がおかしなことになってるかなと思います。右側の方が感度がリニアより高め、左側の方はリニアより感度が低めっていうことで、左右感度差大きめなコントローラーだったかなと思います。リニアとの誤差見てみると、それがはっきりわかるかなっていう感じですね。右の方がなんか感度高いですね。そこまで左右のなんていうんですかね、可動域にはね大きな差はないんですけど、左側が極端に感度が低い感じがします。で 150% にすると右側の感度がねちょっと高くなりすぎるかなっていう感じもするので、これ 100% と 150% どっちで使ったらいいかっていうのは微妙なとこなんですけど、100% でいいかなっていう気が個人的にはしますね。
なんでゲームプレイの方は 100% でやってみました。実際この左右の感度差とかがどういう風にゲームプレイに影響するかっていうところはですね、実際に使ってみて、ちょっとね、調べていきたいかなと思います。はい、それでいつも通りプロメテウス82っていう方法でですね、スティックとボタンの遅延っていうのを計測してきました。PC 接続時の遅延なんですが、ボタンの方がこの赤色のグラフ、スティックがこの水色の方のグラフですね。横軸の方を見ていただくと、すごく優秀だったっていうことがわかるかなと思います。平均 2.46 と 3.24 ミリセカンドっていうことで、もうこれはね、遅延が感じられるとかっていうような値ではないですね。かなりこれは優秀でした。ドングル接続の方ですね、こちらもめちゃめちゃ優秀です。はい。どうしようかな。まずはボタンの方から見ていくと、赤が有線ケーブル接続で、紫色がドングル接続ですね。ドングルの方でも平均 3.2、最大でも 4.16 でした。スティックの方を見ていきます。スティックの方も同様ですね、かなり優秀です。スティックの方だいたい有線ケーブルとドングル接続で1ミリセカンドほどの差があったんですけど、これなら全く無線ドングルで使ってもいいっていうことで、ベーダ5 Pro に続いて無線ドングルでもフルに使っていける、そんなコントローラーがこの TT-MAX っていうねことで、ようやく2代目が登場したかなっていう感じですね。今まで無線ドングルをフルに活用できるコントローラーとして記憶にあるのは 随ケーボトップとベーダ5 Pro とこの TT-MAX、 この3台だけっていうことになります。非常に遅延の値は優秀ですね。で、最後にね、グリキットといえば Bluetooth 接続っていうことで、平均値は 3.03 と 4.31 っていうことでめちゃくちゃ優秀なんですが、ごくたまにですね、3% とかですか、かなり大きな値っていうのが出ることがあって、8ミリセカンド、10.86 ミリセカンドということで、カジュアルなゲームプレイだったら全く問題ない遅延なんですけど、 FPS ゲームとか格ゲーとかですね、対人戦系のゲームをやる方にはね、Bluetooth 接続よりもちゃんと無線ドングルでね接続してあげた方がいいかなっていう、そんな検証結果になりました。はい、続いて PlayStation 5にブルック、ウィングマン、FGCVX 経由で接続した時の遅延なんですが、こちらもめちゃくちゃ優秀でした。有線と無線ドングル両方ともですね、デュアルセンス Edge を PlayStation 5に直接接続した時と遅延に差はありませんでした。なので FGCVX 経由で接続するコントローラーとしても非常に優秀だったかなというところで、スティックの遅延も優秀なことがもう分かってますから、これはかなり PlayStation 5でもね使っていけるコントローラーなんじゃないかなと思います。はい、で遅延計測の最後にスイッチ1へ接続した時の遅延ですね、スイッチプロコの無線と比較して何フレーム平均して送れるかっていうところを計測しているんですが、有線接続時は全くスイッチプロコの無線接続と同じですね。一切フレーム遅れがなかったです。無線 Bluetooth で接続した時は 0.07 フレーム差ということで、ほんの少しですね、スイッチプロコの無線に対して、フレーム遅れることがありました。100回やって7フレームとかっていう感じですね。で、結構固まってですね、連続して、遅れるっていう傾向がちょっと見られたのでですね、Bluetooth 接続に関してはね、ちょっと不安があったかなというところです。なので基本はドックの方に有線接続してですね、接続してあげるっていうね使い方が遅延をね気にされる方にはいいのかなっていう、そんなコントローラーだったかなと思います。はい、そしたらスイッチのスプラトゥーン3で、ジャイロの性能チェックやっていきたいと思います。で、こちらグリキッドのコントローラーということでですね、スイッチとスイッチ2の電源をオンにするっていうことを遠隔でできるようになってます。なのでかなりスイッチ向きのコントローラーっていうことでね、ジャイロもちょっと気になったんでやってみます。はい、見ての通りめちゃくちゃジャイロの精度高い気がしますね。こういうね、ちょっと簡単な検証しか私できなくて、実際のジャイロエイムっていうのはねできないので、どのぐらいこれが優れてるかっていうところまではわからないんですけど、こうやってね、見ている限りでは、他のサードパーティー製コントローラーと比べて相当上下動が少なくて、ジャイロの精度高そうに見えますね。ほぼスイッチプロコンと変わらないぐらいの精度はあるんじゃないでしょうか。なのでこのコントローラーね、スプラトゥーンとかで遊ぶのにももしかしたらいいんじゃないかなっていうところですね。かなりスイッチ用途に使うのはおすすめのコントローラーということになってます。
はい、というわけでゲームプレイの方に移っていきたいと思います。まずは R5 ですね。かなりうまくいったワンマガシンだけを抜粋しているって感じで、ワンマガ率はね、かなり高かったような印象がありました。で、スティック若干低感度な、で、左右感度の差があるっていうね、そういう、問題があるよっていう話はしたんですが、実際ゲームプレイだとですね、そこまで問題にはならなさそうかなっていう感覚がありました。特にこの R5 なんかはですね、かなり当て感良くて、非常に強く戦っていくことができたかなというふうに感じました。もちろん Firebird とかね、ああいう特殊なコントローラーに比べるとですね、当て感若干劣るかなっていうところはあるんですけど、PS 配置ですでに市販品としてね、手軽に入手できるコントローラーとしてはですね、かなりいい線いってるなっていうね、感覚があったっていうのがね、R5 でのプレイでした。もし本当にこのコントローラーがガチで Apex で使えるんだったらかなり熱いなっていう風に思ってですね、Apex のゲームプレイかなりじっくりめにやってきました。これはね、チームデスマッチですかね。こういったところもミックステープも結構やったりとかしてですね、ラングに至っては多分1週間以上はずっと回してたんじゃないかなと思います。で、当然感度がね、本当のリニアではないっていうところで若干慣れる必要性っていうのはあったんですけど、本当に少しの低感度っていうところでね、むしろメリットが結構あるんじゃないかと思ってですね、かなりですね、慣れてくればですね、普通のリニアのコントローラーよりも強いなんてこともワンチャンあるんじゃないかと思ってですね、やってみたっていう感じなんですけど、結果どうだったかっていうとですね、全然使えるのは間違いないと思います。で、強いかと言われるとですね、そこそこ強くはあるけど、本当にリニアなコントローラーですね、準コンとかでね、めちゃくちゃ調子がいい時と比べたらですね、そこまででもないかなみたいなね、微妙なラインに落ち着いてしまったっていうのが正直な感想でした。ただ本当にガチでですね、Apex やり込んでますとかいう人じゃなかったらですね、全然このコントローラーでいいんじゃないかなというふうに思う、そんな当て感とかね、スティックの操作感でした。なので、PS 配置のコントローラー探してて、でも、カスタム基板とかね、Firebird とかちょっと手を出すのはしんどいっていうね、そういう方ですね、いろんなスイッチとかでも使えるとかね、そういう、利便性の高いコントローラーが欲しいよという方だったらですね、もうこのね、TTMAX で全然いいんじゃないかなと思います。全く問題なくApex もスイッチもね遊んでいけるっていうね、そんなコントローラーになっていると思いますので、これはね相当選択肢としてね大きな一ついいものがね追加されたんじゃないかなということで、相当ねこれおすすめ度が高いコントローラーにはなってるかなというふうに思いますね。以前のグリキッドのね製品からするとですね驚きっていうぐらいですねめちゃくちゃちゃんと使えるコントローラーでですね、それ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、以前のね KK3MAX が割と初期の頃ほんとひどかったっていうのがあったので、このね TTMAX に関しては相当良かったなっていうのが正直な感想ですかね。もちろん本当にガチでやり込みたいと Apex をずっとやり込んでても本当に Apex で最強のコントローラーが欲しいみたいな方にはちょっとねおすすめしづらいかなっていうところはあるんですけど、たまにやる程度だよとかね、そんなんめちゃくちゃ強くなくてもみんなでねワイワイ楽しくできたらそれでいいよみたいな方で、他のね、用途にもコントローラー使うかもしんないからいろんなところでね使えるような幅の広いそんなコントローラーが欲しいみたいな方にはね、非常に合っているそんなコントローラーだと思います。でですね、今回も、ベーダ5 Pro の時と同じように無線ドングル接続ですね、この映像がそうなんですが、無線ドングル接続でも試してみたんですが、全くですね遅延の大きさ気にならなかったですね。有線との違いっていうのがさっぱり私には分からなかったです。なので無線ドングル接続で、フルにね使っていっても全く問題ないそんなコントローラーになってるのかなというふうに思いました。
あとは背面ボタンとトリガーのね、トリガーストップをオンにした時の押し心地っていうところなんですけど、これもね、全くゲームプレイしてる感じではね、問題なかったですね。背面ボタンのところちょっと浮いてるかなっていうのは、実際、本体見た時には気にはなったんですけど、実際ゲームプレイしてると、全くね、そこは問題なかったですね。すごく、そこは良かったなっていうふうに思います。トリガーストップをオンにした時のね、トリガー、ですね、マイクロスイッチボタンになるところなんですけど、これ、ちょっと遊びがあって、で、2段階押し込むような感じになるかもしれないなっていうのもね、気にはなってたんですけど、実際ゲームプレイしてみるとね、そこが変な感じっていうのも全くなかったですね。なんで、そのあたりね、全く私はね、気にせずに使うことができて、本当に快適に遊ぶことができたかなっていうところでした。ただね、1点だけ気になったのは十字キーですね。十字キーのストロークが大きいっていうところがあってですね、かなりね、深めに十字キー押し込まないと反応しなかったりするんですけど、意外とね、グレ使ったりとかするときとかですね、十字キー使うタイミングってあったりするんですけど、そういう時にちょっと気になったかなっていうね、ことがありました。はい。で、場面変わって Call of Duty Black Ops 7なんですけど、こちらでもね、大体感想は Apex の時と同じかなと思います。唯一ですね、スコアストリークでしたっけ、これ変わってんのかな、キルストリークでしたっけ、こちら出すときにですね、十字キー使うんですけど、その時にちょっと反応が悪いなって思うことはちょっとあったかなっていうところですね。それ以外のところではね、非常に快適に遊ぶことができたかなっていうふうに思います。やっぱりCall of Duty ちょっと高感度めなスティックの方が快適でね、スピード感あってね、ちょっと楽しいかなって思ったりはするんですけど、こういうね、若干感度低いみたいなコントローラーもね、やっぱ精度を上げやすくて、悪くはないかなっていう気はしますね。感度高いとね、なんかちょっとこう、なんていうんですかね、こう緊張するというかね、スティックに力が入りがちになってしまうというかね、そんなところあるんですけどね、結構リラックスして、イムとかができるっていう、そういうメリットもあったかなと思うんで、これはこれで非常にね、良かったかなと思いますね。全然ね、このぐらいの感度だったらですね、慣れで、どうにかなる範囲ではあるかなっていうふうには思いました。こちらでもね、背面ボタン、トリガーストップともに問題なかったですし、十字キーがちょっと気になったぐらいで、他のところはね、すごく快適に動作してくれてですね、全く文句のつけどころがないって言っていいぐらいの感じの、そんなコントローラーですね。なんで本当にね、グリキッド最初の頃は大変だったと思うんですけど、徐々に細かく改善を繰り返していってですね、側とかね、ほとんど見た目変わってないですけどね、ずっと本当にね、ここまでよく完成度を上げてきたなっていうのがね、すごく本当になんていうんですかね、すごいなっていうふうに思わさせられたところですね。これだけずっと長い間ですね、コントローラー作り続けるっていうのもね、難しいっていうかね、ある程度売り上げなきゃ大変だろうなって思う中でですね、ここまで、粘り強くやるっていうのもね、実は相当難しいことなんじゃないかなと思ったりはするんですけど、普通だったらね、割と最初の頃の評判で諦めたりしそうなもんなんですけど、もともとスティックモジュールとかも作ってるメーカーさんっていうことでもあるので、そのあたりちょっとね、普通のコントローラーメーカーとは違う立場で、地道に作ることができたっていうところもね、こういういいコントローラーができた背景にはあるのかなっていう気もしますね。で、Call of Duty はですね、フリークありとなし両方試してみたんですけど、ギリギリフリークなしの方がいいかなみたいな感じでした。リニアなコントローラーだと割とフリークありでも問題なくっていうかね、快適に遊べるんですけど、このコントローラーだとちょっと感度低いっていうところもあってね、快適さが若干フリークありだと下がるかなっていうところでですね、フリークなしで、素早いエイムできるようにした方が Call of Duty に関しては、遊びやすかったかなと思います。で、本当些細なところなんですけど、十字キー以外にもう1点だけ気になったところっていうのが LB、RB が押しづらいっていうところですね。
単体でね LBRB を押す分には問題ないんですけど、 FPS ゲームみたいにですね、今この画面に映っているような私の持ち方ですね、人差し指だけをかけるっていう持ち方をするときに、トリガーに人差し指をかけた状態からですね、ちょっと指をこうずらして LBRB を押すってことがあるんですよね。今も一瞬やったんですけど、この時にですね、こうトリガーの方が高いんですよね。で LBRB の押し込み判定が行われる場所っていうのがこのトリガーよりもかなり低くてですね、しっかりめに LBRB を押してあげないとこう反応しないっていうね、そんなことがありました。もうちょっとね、高めに反応してくれたらなっていうところですね。はい、そしたら、スト6の方をやっていきたいんですが、十字キー2種類ありますね。デフォルトでついている完全なお皿型と、ちょっとだけ十字に切れてる方っていうね、この2種類あります。まずはデフォルトのお皿型からですね、やってみます。はい、一通りコンボ練習やってきました。3回ぐらい試すだけで成功したということで、これはね、かなり格ゲー向きだなというふうに思います。フェイスボタンも十字キーもメンブレンということでね、そのポテンシャルしっかり発揮できるコントローラーかなと思います。唯一気になったところっていうのがあって、それはね、この十字キーのストロークの深さですね。かなりこの十字キー、ストロークがちょっとね、画面ちっちゃいんで見づらいかもしれないんですけど、ストロークが大きめです。はい、かなりストローク大きいですね。もう少しストローク短かったら、特に前ダッシュとかの連だけが入力しやすいかなって思います。これはですね、ちょっとこう、この十字キーの真ん中ら辺を押してやることでね、ある程度対処はできるんですけど、縁を押すとね、かなり前ダッシュなんかね、すごい頑張って押さないといけない感っていうのはちょっとありますね。はい、そしたらもう一個の方の十字キーも試してみます。はい、一通りコンボ練習こちらもやってきました。こっちの方がですね、格ゲーはやりやすいような気が私はしましたね。お皿方の方だとちょっとね、どこを押してるのかわからなくなっちゃうような感覚っていうのがあったんですけど、このちゃんと十字に切れてる方だとちゃんとどこを押してるか分かりやすくて、波動コマンドとかすごく入りやすかった印象ありますね。全く問題なくコマンドは入っていくかなっていう感じで、斜め抜け一切ないですね。これは本当に格ゲー向きだと思います。唯一前ダッシュが若干ストロークが深い関係でやりづらいかなっていうところはちょっとあったんですけど、これはこれで、しっかり確実に入力ができるんで、悪くはないかなって気がしますね。まあまあね、生ラッシュとかも入れられますしね。特にこのコンボだと2連続でこう前ダッシュを入れるとこがあるんですけど、これがね、やりにくいかなと最初は思ったんですけどね、案外入るかな。なんかね、思ったほど問題にはなんない感じはありますね。これね、本当に格ゲー向きだなと思いますね。なんでこの十字キー本当に素晴らしくて、フェイスボタンもね、すごく連打もしやすいですし、かなりいいですね。これは本当に格ゲー向きなコントローラーだったと思いました。はい、ゲームプレイの最後にアセットコルサ、振動機能とアナログトリガーのテストのためにやってきました。まずアナログトリガーに関してですね、こちらは全く問題なかったと思います。ストローク若干短いかなっていうところはね、気になったんですが、実際使ってみるとね、そこまで問題になることはなかったかなっていうところでですね、普通に遊んでいくことができました。で、振動なんですけど、ファームウェアアップデートをした時にですね、更新のコメントにですね、デフォルトの設定がスイッチ向けの HD 振動
でかつですね振動の強さが一番弱いものになってますと。デフォルトがそういう値になってますということでね、実際触ってみるとそのデフォルトの設定では非常に振動が弱くてですね、全く使い物にならなかったんですが、以前の PC 向けのデフォルト設定ですね、振動モードがグリキッドマグレブハプティックモードっていうもので、振動の強さが中間ですね、スタンダードな標準の振動の強さっていうね、ものに変えてあげればかなり振動はね、まともになったかなぐらいの感じでした。ただ振動のね質自体は、一部すごいいいなって感じる振動もあったんですが、全体的にはあんまり良くなかったかなっていう感じでしたね。なんでPC ではそこまで振動がね、フライディジみたいなすごくいい振動っていうのを味わうことはできないかなっていうところでした。でこちらのコントローラーも左スティックのテンションをマックスに重くしてですねやってたんですけど、それでもちょっとねやっぱスティックの癖みたいなところがあるのか、なかなかタイムをしっかり縮め切ることっていうのはできなくて、1分47秒312っていうね、タイムでした。はい、そしたらグリキッド TTMAX の分解やっていきます。まず背面ボタン外してあげて、よいしょ。で、ネジ隠しで4箇所隠されているところのネジを外していきます。はい、ネジが全て外し終わったので開けていきたいと思います。おそらく隠しネジはないかなと思いますね。はい、結構ガッチガチに爪がはまっているので、かなりねこれバックパネル外すの大変でした。これ自体タクトスイッチなんですね。もう背面ボタンこっち側についちゃってますね。なるほど、これだけなんだ。これはこのゴムパッドはあれですかね、基板に当たる部分だからゴムパッドがついてるってことかもしれないです。トリガーストップの仕組みこんな感じですね。直接この棒でここを押すようになっていて、トリガーストップオフでこうですね、こういう感じで、ここにマイクロスイッチが基板に平行に置いてあって、でこういう風に移動してきて、で L 字型のねこういうやつをこういう風にこうなってて、こうなるんで親指の爪のところらへんでこう押すって感じですね。こういう感じ。はい、これはなんかどっかで見たような仕組みですね。確かボイドジェネシスがこんな仕組みだったかなと思うんですけど、以前のねグリキッドのね KK3MAX のトリガーストップって、初期の頃だけかなとは思うんですけどね、最近変わってるかもしれないんですけど、ひどかったんですよね割と。それがかなり改善されているような気がする、そんなトリガーストップになってますね。若干ここの遊びがね、この分の遊び、これが私はちょっと気になったかなっていうんで、こっから先の押し感はすごくいいんですけど、ここにわずかに遊びができてしまうっていうねところでちょっと押し心地が悪いなっていうね、カチカチカチみたいなね、2段階押す感じがするっていう、そんなトリガーストップにはなってしまっているっていうところですね。そしたらこの基板の方も外していきたいと思います。ネジ1234566箇所外せばおそらく外れるかなと思います。はい、外れてきますね。でここにリボンケーブルあるんで、これは外さなきゃちょっと外れてこないですね。振動モーターをここから外しちゃおうかな。振動モーターちょっと外しますね。ちょっとこれあれですね、やっぱりここのリボンケーブルを外さないとダメですね。はい、スティックモジュールのところ外れてきました。やっぱり基本はメンブレンになってますね。これフェイスボタンですもんね。フェイスボタンのところこんな感じで、これは何なんですかね。なんかノイズ対策の基板のなんかプリントなんでしょうか。ちょっとねこんなネジを外してみたんですけど、それでもこのスティックのねキャップ、これ外れてこないですね。
ただまあこれ見た感じね、普通のサイコロ型のグリキッド製のスティックテンションが調整できるタイプのスティックモジュールがねそのまま使われてるのかなと思います。ちょっとねこれ分解しようとするとおそらく壊すんで一旦このままでやります。そしたらこの下側の基板の方も外していきます。こちらは12344個で外れるか、もしくはこのバッテリーのとこの2個も外さなきゃいけないかってところですね。はい、7個のネジ結局外しました。でねこれね1箇所ここのネジだけネジが短いですね全く同じ色のネジなんですけど1個だけ短いネジ使われてるっていうね、なかなか分解する人泣かせな感じですけど、これで外れてきますが、ちょっとここのね LB、RB のところのリボンケーブル外さないと綺麗には浮いてこないですね。はい、こんな基板になってました。まあ、普通のメンブレンですね。ちょっとパターンはねいろいろこだわりがあるみたいですけど、こんな感じでスティックの周りにはですね LED が配置されてますっていうことで、すごくシンプルな基板ではあるかなと思います。はい、NS6869 ってことで、TT Pro と TT Max でねここの基板同じですね。こっちもそうなんじゃないかな。そうですね NS6869 って書いてあるんで、まあ基本的に基板とかは一緒なんじゃないかなと思いますけどね。2機種はね特にハード変わってる感じはしないですね。で、フェイスボタンはいつものグリキッドのこういうですねちょっとまあクリック感のあるようなメンブレンっていうのが採用されてます。他の部分に関しては普通のメンブレンですね。ちょっと十字キーのとこ見てみるとこんな風になってますね。ちょっと面白い十字キーの作りしてますね。そしたらこれでいつも通りですね、Y ボタンとか X ボタン使ってスイッチと FGCVX 経由で PlayStation 5に接続した時の遅延の計測っていうのをやっていきたいと思います。はい、以上ですね。グリキッドの TT Max コントローラーレビューしてきましたがいかがだったでしょうか。すごく内容良くてですね、今までのグリキッドっていうのの、まあ、イメージを覆すようなとってもよくできたコントローラーだったと思います。背面ボタンもねすごく改善されていてですね押しやすかったですね。普通にここの隙間だいぶね、狭くなったっていうところで、あとはトリガーストップのところもだいぶ改善されてますね。まあ多少ちょっとね遊びがあるかなっていうところなんですけど、まあ実際使用上はそこまで気にならないかなっていう感じでですね、メンブレのボタン類とかもとても格ゲーにも向いているっていうところでですね FPS ゲームも格ゲーもかなり高いレベルで使っていけるコントローラーだったかなと思います。遅延の方もめちゃくちゃ優秀で無線ドングル接続でもフルに使っていけるようなコントローラーになってましたし、すごくね良かったかなっていうところです。まあ強いてね、ちょっと注文をつけるとすればですけどスティックの方の感度ですね、まあ若干気になったかなっていうところですね。左側だけちょっと低感度で右高感度気味になっちゃってるっていうところでね、それが原因なのかそれとも感度カーブ自体が若干低感度なことが原因なのかちょっとそのあたりよくわからないんですけど、実際のゲームプレイ上ですね、まあ本当に完璧に強いって言えるコントローラーと比べると若干スティックのところが気になったかなっていう感じではありました。あともう一点気になったところはね、この十字キーのところね、若干これ背が高いです。かなりここが背が高いんで、まあ黒持ちで十字キー触る方っていうのはね、ここがすごい窮屈になっちゃってこう若干押しづらいっていうところですかね。まあフェイスボタンの方はね問題ないんですけど、まあそういう2点ほど気になったかなっていうことはあったんですけど、まあPS 配置のコントローラーで今までレビューしてきた製品の中ではですね、まあ一番良かったかなっていうふうには思うようなそんなコントローラーでした。まああとはね、マチェニケ F1 っていうコントローラーもあったりしますから、PS 配置のコントローラーもかなりね、いいコントローラーが出揃ってきたなっていう感覚がありますね。まあ一つ PS 配置のコントローラーを探していてですね、まあこの十字キーの高さ気にならないよっていう方であれば、全然ね、このコントローラー選んでも満足できるんじゃないかなっていうふうに感じました。
はい、それでは私はこちらモノルというウェブサービスの管理にもやってます。グリキッド TT-MAX コントローラーの詳細なスペックとかですね、感度カーブなんかも後でね、載せておきたいと思います。口コミっていうのも投稿できますので、ぜひね、入手された方は口コミを書いていってくださったら嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。はい、今回の動画が参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。